おはようございます。たかしです。本日は4月4日木曜日、ただいま9時26分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日冷やしは大きめ陽線となっております。ここのところはじりじりと下落をしてきて、なかなか安値更新もできずにというところだったんですが、直近の動きを見ていると GMMA の青帯は上向き、そして GMMA の青帯に接触しての上昇を続けているという話をしていたと思います。そして昨日はそこからの上昇ですので、まずはこれ冷やしの上昇トレンドに戻っていったと考えるのが無難ですね。ストキャスティクスは上昇中、そして昨日は強い陽線ですので、本日はじりじりと調整の下落後の次の上昇の流れをイメージしておくといいと思います。ただ基本的にはかなりの高値圏ですので、そこはご注意ください。高値圏での動きっていうのは比較的乱高下が想定されます。今までの動きもそうですよね。この3月20日頃に高値更新をして、そこから急激に下落しましたので、こういう動き方をする可能性も高いところにはあるので、そこは注意が必要なんですが、今基本的に冷やしは上昇トレンド中ですので、この上昇トレンドの流れに乗っておくというのがトレードとしてはやりやすいと思います。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯がまだ横ばいなんですね。今までの動きずっとレンジみたいな動きをしていましたので、まだ昨日の強い上昇に追いつけていない状態です。ここから GMMA がじわじわと上昇してきますので、そこに押しをつけて上昇していくと強めの上昇になっていくとは思いますが、今ストキャスティクスは高値圏、マクディも強い状態ですので、本来ならストキャスティクス高値圏にあるのであれば、ここから調整の下落をしてきてほしいところなんですが、マックで強いのでこのまま上昇してしまうかもしれませんので、浅めの押しからの上昇っていうのも視野に入れておくといいと思います。ただ基本的にはしっかり押しをつけてきてほしいので、今ですとストキャスティクスがある程度過熱感を解消するぐらいまでは下落方向をイメージしておくのがいいと思います。そして直近の動きではここ下落トレンドを作っているっていう話をしてましたよね。安値を更新、高値を切り下げという話をしていたと思います。昨日の上昇でその直近戻り高値を超えてきておりますので、今目線が上に変わりましたので、ここからは上昇方向。まずはこの直近最高値 193.5 付近を目指して上昇すると考えておきたいです。では1時間足です。昨日は1時間足の GMMA の上に乗せてきて、この辺で値固めをしておりました。そこからの上昇、そしてこの平行チャンネルを上抜けてきましたね。それから昨日話してましたこの黄色のラインですね。このラインも上抜けてきた。そして先ほど4時間足で言っていた直近の戻り高値も上抜けてきてますので、まずはこの赤いラインぐらいまでの押しを待っておきたい。それより深く入ってくるのであればこの黄色のラインぐらいですね。ですので 191.5 か191円付近までの下落を待って、そこからの上昇をイメージしておくといいと思うんですが、上昇の勢いが強いので、もしかするとここまでの押しをつけずにそのままスルスルっと 193.5 付近を目指してくる可能性もあります。ただ4時間足のストキャスティクスが高値圏にありますので、その浅い押しからの上昇についていった場合、4時間足単位の大きめの調整下落が起こる可能性は十分考えられますので、その辺はご注意ください。では次はドル円です。ドル円は相変わらずですね、先日からお話ししている水色、白の水平線を抜けた方についていくという感じです。インジケーターは方向感がありませんが、今は直近ストキャスティクス高値圏から下落中ですので、今このストキャスティクスの過熱感を解消している最中、そろそろ調整も終えてくるのかなと思いますので、ここからの上昇になるのか、それとも GMMA 付近までの下落になるのかっていうところを想定しておくといいと思います。では4時間足です。4時間足 GMMA の青帯はまだかろうじて上向き、そして GMMA の青帯に沿って反発は弱いんですが、じりじりと安値を切り上げてきている状態です。今152円というところがかなり重しになっておりますので、今基本的には152円付近からの下落、そして下がったところは買われやすい、そして GMMA 付近まで下がってくると買われやすいという、そういう相場になっておりますので、トレードとしては単純ですね。インジケーターは方向感がありません。そして現在152円を何度もトライしておりますので、そのうち抜けてくる
んだろうと思いますが、152円抜けてくると為替介入警戒が高まりますので、その辺はご注意ください。では1時間足です。上位足で見ているとかなり方向感なく分かりにくい動きをしているんですが、下がってくれば買われるし、上がってくれば売られるしというかなり分かりやすい動きをしているのが分かります。直近で注目していたのはこの黄色いゾーンですね。151.2 付近のこの黄色いゾーン、それから黄色のライン 151.5 付近、この辺りまで下がってくるとそこからは反発の動きをするというのが直近の動きでしたので、こういうところに気づいていれば売りからも買いからもトレードできるっていう、そういう分かりやすい動きをしてますので、そこまで引きつけてトレードをしておくといいですね。逆に中途半端なところ、こういう中途半端なところでトレードをするとどちらに行くのかが分かりませんので、先ほど言ったポイントまでしっかり引きつけるということが大切です。そこまで引きつけておけばすごくトレードはやりやすいので、そういう意味では現在のドル円はかなり簡単な通貨ペアになっているとも考えられます。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。